バンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバノノ。たまちゃんの尻尾が存在があるね。はい、あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、白黒のくーたくん、チャットラのまさるくんで、画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ねえ、今日はさ、ゆりたんのおしっこ攻撃すごかったな。もう朝からさ、起きた時からね、なんか髪の毛濡れてるし、髪の毛濡れてるし、みたいなね、感じで、まあね、大変でしたよ。こんだけシーツ広げてるにもかかわらずさ、もうほとんどそのシーツは汚れてなくてなんで俺が汚れてんのみたいなね。全然意味ないじゃないかみたいなね、感じよな。はい、おとなしくここにいるだけならいいんだけどね。はい、何回着替えなきゃならないんですかって感じだよ。大丈夫かな。はい。見ないんだよね。ね。で、結局食べてくれてるけど、足が舐めてるだけだな。もうさ、ロイカンナにすると食べないんだもんな。ね、昔は飽きずに食べたのにね。なんでこうなっちゃったのかしらね。はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかというと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている
黒い観音様が、この番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティス。はい、にゃんこたち、ジャスティス。こっち向いてんなにひどうな。いつもそうやって食べてくれるといいんだけどな。今日は塩入りのお湯。うん。たまちゃんか。こっち向いてるってことは、うんちしたのかな。ねえ、そういえばうんちしてなかったもんね、今日たまちゃんね。そう、今日はさっきな、ジャスティス用のお湯、明日の朝用のお湯が足りないぞと思ったので、今、沸かしたやつなのでね、沸かしたてのお湯なので、まあそこそこ熱いかなと思ったけど、まあ、ほとんどね、かわいいね、たまちゃんね。お湯が残ってないポットに入れたから、ね、ぬるくなっちゃったな。なので、ちょうどいい温度の、それでございますね。また、たまちゃんは、ね、ニンニン羽織みたいな。後ろで声だけ出して姿が見えない。ゆりたが入る。たまちゃんも入っちゃったよ。捕まえようと思ったのにな。上手に逃げるよな。カニタさん、ジャスティス、こんばんは、ボーソは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ねえ、今日は朝からゆりたにおしっこ引っ掛けられてるしな。で、今日はなんか寒かったよな。今日も寒かったな。だから今日も夕方にヒーターをつけてしまいましたな。やっぱりヒーターつけると暖かくなるんだなと思って。なんか寒い時にヒーターの前に立ってもあんまり暖かくないから、あれね、もうなんかほら古いからさ、壊れてるんだろうね、みたいな感じでいたんだけど。でもやっぱりつけると暖かくなるから、それなりに効果はあるな、みたいな、ね、感じだな。で今日は朝は晴れたんでね、朝晴れてて、にゃんこが日向ぼっこ大作戦で、また洗濯機の前のな、窓のところで日向ぼっこしてるから、今日はちょっと洗濯は後回しか、みたいな感じでね、なんか昼近くに洗濯したのかな。そしたらなんか空を見上げたら、あれ、ケムトレイル。ケムトレイル巻かれてんね、みたいな、珍しいね。土曜日の午前中でもないのに、平日の昼間だっちゅうのに、ケムトレイルだよ、みたいな感じだったけどね。じゃあ今日はちょっと外出すんのやめとこうかな、しばらく、みたいな感じでいて。で、夕方ぐらいっていうのかな、昼過ぎて、になったらなんかすっかり曇ってきちゃってね、なんか空真っ白になっちゃっててさ、あれ曇ってんじゃんみたいな状態だったよな。だ今日はなんだっけ、明日のが寒いんだったっけか、今日よりはな。で、まあ明日はちょっと買い物行ってる余裕ないかもしんないと思ったんで、じゃあ買い物行くなら今日のうちかなと思ってさ、杉薬局にな、今日は杉友の日ではないんだけれども、だからクーポンは1個しか使えないんだけど、カニのクーポンっていうのがあってさ、杉薬局行くとなんか来週から使えるクーポンですみたいな感じで、カニのクーポンっていうのをくれるわけよね。で、それがあると、なんか1000円以上のお会計で1品15%引きになるので、まあ2品15%引きかなみたいので、まあ黒缶ないから買いがないからあれだから、寒いけどと思ってさ、ねえ、コート着てさ、歩ってさ、行ったんだよね。で、なんかね、杉友ポイントっていうのがあって、それを使うと、なんちゃらみたいなお知らせが来たんでね、なんか使えるのかな、どうなのかなと、とりあえず貯めてはいたけど、なんか使い方わかんないんだよねと思って、貯めるだけ貯めたんだけどさ、
なんかそれ使えとかっていうお知らせが来てたんで、使えますかって聞いたら使えたんでね。だからまあ結局あんまり高くつかなくてね、よかったよっていう感じで、そうで今日はさ、朝からね、もうクレカのポイントだっけ、ポイ活とかなんかそういうのまた昨日に引き続きさ、朝から YouTube そんな見てて。で、結局支払い方法な。支払い方法は結局楽天ペイで支払うのがいいらしいんだ。で、楽天ペイの支払いもそのチャージがやっぱり前にやってたさ、楽天のデビットカードで、ファミペイにチャージして、で、ファミペイでポサカードを買い、で、その楽天ペイにチャージするのがいいらしいんだよね。で、今またさらに、もっといいのが、和音。そうだわ、和音のカードもさ、今うちで持ってんの何なのっていうの分かんなかったんだけど、今日はおかげで自分が持ってるカードが何なのかっていうのが分かったんで、まあよかったよっていうのなんだけど、まあ新しくその楽天ペイのところではさ、和音の、カードで、JAL マイルかなんかにして、で、それをなんとかして、あ、ミニストップか。ミニストップでポサカード買って、で、それを、楽天ペイにチャージするのが、なんか一番いいっぽい感じだったんだよね。だからまあ次やると取り組むとしたら、まあそこなのかね、みたいな感じなんだけど、まあそれがめんどくさい人はね、まあ、クレジットカードで楽天キャッシュだから前はね、あったのかなあったけど知らなかっただけかもしれないんだけど、新しくできたのかななんか楽天キャッシュと楽天、だから楽天ペイにチャージするんではなくて、楽天キャッシュにチャージして使うらしいんだよね。だから、クレジットカードだけじゃなくて、その楽天キャッシュにかますことでポイントがまた、なんだ、二重取りみたいな感じになるらしくって、で、それの設定は知らなかったので、で、それにして、でも全然楽天使ってなかったから、全くポイントが何にもなかったわけよね。なんだ、ポイントいいのか。で、とりあえずチャージしないとあれかなと思って、楽天ペイを触ったら、たまたま今日は21日で、なんか21日がチャージの日らしいんだよね。で、まあ、それが反映されてるかどうかは知らんのだけど、わかんないんだけどね、反映されたかどうかは。まあ、とりあえずたまたまチャージの日にチャージしたから、まあよかったよって感じだったんだけど、最初はとりあえずと思って、クレジットカードで楽天ペイにチャージをしてしまったんだけど、まあその、チャージする元を楽天キャッシュにしないとダメらしいんだね。で、それは知らんかったと思って、だからスリー薬局に行って買い物をしたときは、楽天ペイ、クレジットカードでチャージした楽天ペイの残高で支払っちゃったんだけれども、まだ、使ってないけど帰ってきたからね、さっき、楽天キャッシュじゃないとダメだったんかっていうので、ね、設定変えたので、また今度は楽天キャッシュの方に、チャージしてもうこれだからよ、みたいな感じなんだよね、ポイ活ってな。まあ、そんなんでね、次回からお買い物するときは、じゃあ楽天ペイね、分かったっていうところは、まあ、整理できたから、まあ、それはそれで、今日は今日で、ね、必要な日だったんだろうな、と、ね、思いつつ、で、和音な、目の前がマイバスだからさ、まあ、ほぼ買い物するのがマイバスなんだよな。で、イオンペイで払ってるから、
で、イオンペイに、チャージされるというか、あれか、引き落としか、クレジットカード的な感じなのかな。なんか引き落としされるんで、紐付けされてるのがクレジットカードってことになるのかな。で、そのカードの種類が、なんかイオンカードが、セレクトか、それ以外かっていう二択らしいんだよね。なんかカードがいっぱいあるんで、なんかわけわかんないんだけど、セレクトかそうじゃないかっていう違いなんだって、よくわかんないけど、よくわかんないけど、で、私のカードはどうやらセレクトっていう方だったらしいんだよね。そうかと思って。で、しかもなんかミニオンズ、キャラクターが書かれてるやつだったんだよね。それだとまたさらにね、違う特典があるよっていうことだったんで、そうかと思ってさ、聞いてたんだけど、そしたら、イオンシネマだったっけが、1200円だったかな。で、8回ぐらい見れるとかっていうので、で、確かになんか入会した時にそんなのあったかもしれないとか思って、で、ポップコーンとドリンク付きで1400円っていうのがあって、で、それが年に10回だか、言ってたかな。なんか使えるみたいな特典があるらしいんだね。いやそんなん確かになんかあったような気がするけど、その時全然それをお得に感じなかったんでさ、なんか私が映画館に行って映画見たことある記憶にあるのはさ、なんか1200円ぐらいだったっけな、普通に見るので。普通に見るので1200円ぐらいで、で、レディースデーで1000円みたいな。で、レディースデーに1000円で見るぐらいしか、見ようと思わなかったんで、なんかあまりお得に感じなくてさ、なんかね、使う気にならなくて、すっかりそんな特典のことは忘れてたけど、そっか。じゃあね、一番特典があるっちゃある感じなのか、みたいなのだったんだよね。で、その、水色の、和音ポイントだったっけっていうのと、その、イオンペイで使ってる紺色っぽい感じの和音ポイントっていうのが、なんか違うらしいんだね。だからそれがわけわかんないね。で、そのポサカードを、そう、ミニストップがイオン系らしいんだよ。だから、そうなのか。そういえばそうか。ATM がミニストップにしかねえとか、ブツブツ文句言ってたんだから、そういやそうだな、なんていうふうに思ったんだけど、で、それが和音で、だから買ってっていうので、だから私が持ってるのは紺色の和音ポイントなんで、それだと、イオンセレクトで、そのポサカードを購入することが、なんかできないらしい。だから、それは、えっと、ね、だからファミマならその辺あるんだけど、ミニストップないんだよね、うちの近所にね。だからどっか出かけたついでに、なんかね、ミニストップがあればみたいなことになるけど、そのね、ワンポイントがないわけよ。だからね、それやるために2個ぐらいまた新しく、まあね、やるとすればカード作んなきゃならないみたいなことになるんで、なんか、うん。で、その普通に、今私が楽天ペイで設定している、楽天キャッシュからの、楽天ペイだと1.5%還元率らしいんで。で、クレジットカードで楽天ペイだと1%の還元率らしいんで。だから、まあ、キャッシュができるから1.5%でいいんだけど、で、それよりもっと取ろうとしたら、で、ファミペイのやつだと、2.5だったかな。で、その、ミニストップになると4.5とかなんだよね。だからまあできればそこに
ねえ、行きたいところだけど、まあ、いっか。もうそこまではいっかな、みたいなね、感じで悩んでる感じでございました。ねえ、谷田さん。いろいろと複雑に絡んでいますね。そうなんだよね。まあ、慣れだと思うんだけどね。自分が今持ってるものでさ、できるんであればすぐに取り組むことできるんだけど、それにあたって2つぐらい、だからファミペイの方はね、またファミペイのアプリをダウンロードすれば、まあできるのかとは思うんだけどさ。ただ、それよりも、ね、その和音の方のが、ミニストップの方のが、さらに1%上乗せぐらいの感じ。だいぶ違うじゃんか。だからどうせ取り組むんだったらさ、そっちのがいいもんねとかって思ってなっていう感じ。カニタさん、ローカルルール多すぎ。まあ、ローカルルールなのか何なのか全然わかんないんだけどね。なんかどの辺がローカルルールでなのかっていうのがさっぱりわかんならもう喋ってないからね。今日、急にこのライブで突然喋り出すからさ。まあ、口回らないよね。で、なんだっけ、寒くって、杉薬局行って、それやって、それやってたな。今日はそんな感じでした。で、あと何があったっけな。そう、だからその杉薬局行ったんで、で、その向かいのスーパーね、まあ、やってんだかやってないんだかよくわかんないスーパーね、行って、で、ね、まあ、高野豆腐だから前に見たんだよね。見て、あ、ここにはないなっていう記憶があったから、ないだろうなと思いつつ、ね、またあったらいいなと思ってさ、高野豆腐探したわけよね。やっぱりなくて、ああ、ないか、高野豆腐手に入らんかった、みたいな感じでね。まあ、あとは白ごまが欲しかったんだけど、まあ、いっか、ね、まあ、いっか、白ごま、みたいな感じで。で、なんかね、ここまで来て散々うろうろしたのに、なんか何も買わないのもなんかあれだな、と思って、じゃあいいや、久々に焼き芋でも買っちゃうかと思って、ちょうどおやつなくなったからなと思って、昨日まではリンゴがあって、で、リンゴとあれか、干し芋か。干し芋が一昨日までだったかな。ね、あったんだよね。全部食べきっちゃったんで、干し芋もさ、リンゴもさ。で、おやつがなかったんで、じゃあね、焼き芋買っちゃうかと思って、焼き芋買ってきて、で、半分ぐらい今日食べちゃったかな、みたいな、ね、感じだな。あとは、なんだろうな。もうないね。だから本当は動画の編集をしなきゃ。まあ動画の編集というか、ね、猫の日動画を撮影しなきゃと思ってたんだけど、もう朝からずっとそんなん見てたからさ、やってる時間なくてな、ずっとさっきまで見てたよっていう感じね。そのポイント。ポイ活のやつな。で、なんか移動するやつもあるじゃんか。移動でポイントを取れるやつ。あれもなんかなかなかなと思って、なかなか大変な割にはね、回収できないな、なんていうふうに思ってたんだけど、それでもね、自分が使ってるやつが、まあ結構いい回収率らしいから、あ、そうなんだ。これでそうなのかと思ってさ。これでそうなら、じゃあまあ続けていけばいいってことねっていう感じで、まあそれも整理ついたからいいんだけどさっていう感じ。バニタンさん。夕方にするプレゼンを、当日作って、リハもあまりせず、ぶっつけ本番だったが、噛まずに話せたという充実感の今日でした。よかったね。そうそう。だから必要な時に必要なものは全部揃ってるから大丈夫。
大丈夫。ね。チャブリーさん。ね、イオンカードはいろいろな種類がありすぎて複雑。そうそうそう。がいっぱいあるんだって、そのセレクトかセレクト以外かっていうところで。で、セレクトはまあ2種類なのかな。で、セレクト以外がなんか40種類あるんだって。そこでカオスになるんで、もうイオンカードわかんないっていう風になるんだけど、まあ、とにかくセレクトかセレクトじゃないかっていう感じらしいんだよね。あ、そうだったんだ、なるほどっていうので、まあね、整理がついてよかったよってね、感じで、まあ、自分が持ってるカードもね、割といいカードだったみたいだったんで、よかったよ、みたいな、感じかな。何があったっけかな。何があったかな。今日何したっけな。プロトカードタイムにしようか。あとはさっきね、フニータの動画を、作って、とりあえず今日は一個仕事したと思って、これで寝れっか、みたいなね、感じでございましたな。タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ニタンさん。確かに年度末なのでそうでしたね。今までの仕事があったので、必要なものは揃ってた。そうだ、何の話しようかと思ったのを思い出した。その桜ももこさんがね、まあ、エッセイだったかな。まあ、とにかく仕事するのに、なんかずーっといつも通り生活してるらしいんだよね。で、普通に人と話して、途中で、あ、ちょっと待ってねっていうので、急にふーっと、空を見て、で、パーって書いて、で、終わらすらしいんだね。だから、ずーっとその、必要なタイミング待ちで生きてる人なんだよね。で、だからそういうもんなんだよねって思って、その話を聞いたときにさ、そうなんだよ。ちょうどね、そのタイミングね、だからいくらタイミングじゃないときに、あれやこれや考えても全然いいのが出てこなくて、で、全く関係ないときに、あーって出てくるやつが、ちょうど必要なやつなんだよね。だからそういうタイミングだったんじゃないかなと思うよ、今日は。そのカニタンさんのね、活動は。だから、一番ベストなものがね、出せたんじゃないかなと思いますね。カニタンさん。熟成期間。そうね、降ってくるの街。降ってくるの街なんだよね。それにはリラックスしているのが大事なんだよね。だから全然ね、違うことやってたりとかした方がいいんだよ。だから一個のことだけをやってるんじゃなくて、なんかね、3つぐらいね、自分の軸となる、活動っていうのかな、があって、で、今日はこれ、みたいので、その日、その日、その時、気が向くのをやってるのが、一番いいっていうのかな。で、それやってる時に、ね、行き詰まってたのが、急に、ああ、みたいなね、解決するとか、なんかほどけるっていうのかな。そういう感じなんでね。だからまあ、焦らず、全然違うことをやる。これやんなきゃいけないんだけど、どうも進まねえみたいな時は、もうその時気が向く全然違うことをやるね。そうすると、両方ともなんか知らないけど、
片付いたみたいなことになるからね。だからもう必要な時に必要なことしか起きてないんだよねってね、感じで、何の話何の話だ。カニタンさん、あるある、そうそうそう、そうなの、そうなの、そういうもんなんだよね。だから、大丈夫な、大丈夫なんだよな。カニタンさん、イオンは大丈夫かな。ね、どうなんだろうね。そうだからほら、にゃんこのカリカリとかさ、あと、なんか黒缶とか、そろそろもうほら、在庫がないから、買うなら買い足したいんだけど、いつもグリーンビーンズで買ってたわけよね。で、それがなんでかっつったら、時々ね、2000円オフとか、なんか5000円以上で1000円オフだったら、まあ買うみたいな。で、時々4000円以上で1000円オフとかいうのがあるんで、もうそういう時は絶対買いだと思って。その時は絶対買いだと思って、絶対買うんだけど。で、まあ5000円で1000円オフでもまあまあいいかと思って、そういう時には買ってたんだけどさ、もうそれがね、全然なくて、で、まあ時々お知らせは来るんだけど、5%オフとかになっちゃってて、で、なんか1万円以上の購入で、なんか5%オフとかだったかな。なんかそんなのそんなの全然なんか、旨味ないもんなと思って。だからそもそもがそんな安くないわけよ。まあ送料かかる時間帯に注文すれば送料もかかるんだけど、だから送料もオフとかっていうクーポンもあるし、あと送料が無料の時間帯もあるんで、そこに届けてもらうようにすれば送料はかからないんだけど、だからそもそもが割引がないっていうのかな、定価みたいな感じだから、そういう割引の時でないとあんまり旨味がないわけよね。で、ほら、黒缶とか重いしね。だから、杉薬局行ってもさ、そんなに買えないっていうのを1週間分ぐらいしかさ、買えないんで、そうするとあっという間になくなっちゃうから、日々のことだからさ。だからまとめ買いして持ってきてもらえるのはありがたいんだけどさ。いや、そもそも安くないのに5%しかオフにならないじゃん。もうどん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 割引率がね、悪くなってきてさ、本当にイオンダメなのかなってなんか思っちゃったよね、今日ね。カニタさん、スートップありがとうございます。では、こっから6枚置きまして、7枚目のカード。今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。吊るされた男の逆位置だな。ダイヤルかなね。何が言いたいのかな。ね、なんか痛みの話で、そういえばそうだったなって思ったんだよね、さっき。この人は本当は吊るされてるから、ね、辛い体勢のはずだから、まあ辛いカードだよねっていうふうに思ったんだよね。で、なんだっけ、吊るされた男、された男、逆位置。で、さっき、その、女子高生、チャネラーのこのショート動画だったっけな。違う、普通の動画か。見たときに、なんか、どっか痛いときに、痛みについて、病気とかについて、なんか話してたんだよね。で、昨日だったかな。急にね、熱い食べ物をさ、食べたときに、なんか、こう、体の中取ったときにさ、
熱ってなる場所あるじゃん。なんかこの辺が、なんか急に何にもしてないのに、なんかその熱ってなった時みたいになって、なんか、あれどうした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 あれあれあれと思って、で、わかったわかったわかったっつって、寝てたんだけどさ、あ、そっか、なんか病気の人とかってさ、こういうね、よくわからない不安とか痛みにね、なんか抱えてしんどい思いしてるんだよなと思って、なんかそういうのをね、思いを馳せる時間なのかななんてふうに思ったんだけど、なんかその痛みとか病気とかっていうのは、バランスを取るために起きてると。で、自分が今痛いのは、本を執筆中だと。でね、本を執筆してる間は、意識が過去の出来事に、集中してたりとかするんで、今を生きてなくて、で、過去に集中してる時間がずっと長いことあると、なんか今に自分いてないよねっていうので、なんか痛みを起こすらしいんだよね。で、ほら、痛い時って今この瞬間に集中するじゃん。痛い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 ってなるから。だから今この瞬間に自分を戻すために、なんか起きるみたいな話をしてて、あ、そうだなと思って。だからきっと昨日のその突然の、あ、痛い痛い痛いどうしたどうしたどうしたみたいな。今までこんなことなかったから初めての経験でさ、どうしたんだろうなってふうに思ったんだけど、まあそういうことだったのかなってね、さっきちょっと思ってな。はい。吊るされた男、逆位置、解放、ジャンプアップ。タロットカード、吊るされた男の正位置は、需要。逆位置なら呪縛から解放されるかも。あ、そっか、いい意味だったのか、逆位置だったらな。はい。基本の意味。吊るされた男は抵抗できない状態を表すカードです。抵抗できない状態を表すカードです。2回書いてあるぞ。吊るされている男は、一つ前の正義、ジャスティスの段階で、罰を受けるジャッジを下された。その判決を受け入れた心には静けさが訪れています。だからこそ不自由な体制でありながら、平穏な表情を浮かべている。冷静に自分の過去と現在を見つめ、新たに生まれ変わろうとしている。また、12にナンバーを持つタロットである吊るされた男は、実力以上は求めず、等身大の自分を認めるエネルギーを宿しています。吊るされた男に書かれたシンボルの解釈、左右に伸びる枝、過去から未来へつながる時間、枝に茂る葉、生きるエネルギー、赤いタイツ、次のステージに進む情熱、青い服、冷静沈着、男に刺す五行、自己犠牲、悟るための知恵。逆位置。キーワード、手放す。思い込みや自分の中のデフォルトを手放せば、その先にはもっと広い世界が待っている。吊るされた男の逆位置の意味は、自分自身を縛っていた思い込みや呪縛から解放され、自由に発想を広げることができます。ただ、これまで自分にこだわるともがき苦しむ可能性も。逆位置キーワード、解放、ジャンプアップ、無双、新たな視点、方向転換、状態が辛くてもがく、もどかしい気持ち、悩み別読み解きで恋愛、別れが自由をもたらす。仕事、見返りを期待しないと決める。対人、不要な人は離れていく。決断。
自分を解放すれば道が見える。吊るされた人を人物やキャラクターに当てはめて読み解く逆位置。苦労する覚悟がない。はい、ありません。中途半端な人。はい。悪あがきを最後までするタイプ。はい、その通りです。被害者意識が強く、少しでも傷つくと騒ぎ立てる。どうもお騒がせしております。はい。タロット深読み。吊るされてる男は足を4の字に組んでいます。4は安定を意味する数字。自分に課せられた使命、与えられた宿命を受け入れれば、心は、自然と落ち着いていくものなのだと、吊るされた男のカードは、教えてくれている。まとめ。逆位置なら、もがきながらの方向転換を表すカードでした。吊るされた男は悟りの境地にある状態を伝えています。逆位置の場合は自分自身を縛っていたものが何なのか見極めましょう。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会話。あなたを苦しめている思い込み何だったんでしょうかね。まあ、それ外れんじゃん。やったねっていう感じかな。はい。参考になりました。幸いでございます。終わっちゃった。終わっちゃったな。どうしよっかな。何があったかな、今日はな。つながらない。X は何があるの？検索すればいいの？悪性リンパ腫公表。何それ？青山大学駅伝、若い人が亡くなっちゃうってことかな。財務省解体デモ。財務省前、また財務省前でなんかあったのかい？影明恵さん。何があったのかな？わかんない。で、沈黙の金曜日、東京のトレンド、神社の内部破壊。なんだか物騒だね。沈黙の金曜日。なんか、あれ番組なのかな。福島県沖、何があった？震度、また地震があったってことか。あれか、地震って冬に起きやすいっつったっけね。そっか、311だからね、近い時期だもんね。作画崩壊。赤い狐、CM に関して、何が起きた？なんかね、女性を軽視してるみたいのがあったらしいじゃんか。アニメに関して、この度弊社の赤いきつねうどんに関し、一部 SNS において、生成 AI を使用しているとの憶測や関係者に対する、誹謗中傷が発生しております。使用しておらず、すべてプロのアニメーターによる手作業で制作された。誹謗中傷はお控えください。はい。で、どういうこと？ AI なんてなかった頃から指は6本になるし、坂道は、崖になってた。そういうことか。作画崩壊の、絵をいろいろと並べろっていうことだ
んだな。2000円トレンド。2000円トレンドってどういうことだ？あ、消えちゃった。2000フォローありがとうございます。何のこったかわかんない。X の使い方がよくわからないんだよね。はい。福島で震度4だったんだ。首相、高額医療費負担上げ維持。青学3年生死去。で、経済、わかんないのだ。富士、スポンサー離れの影響長期化。あれ、なんか CM 戻ってきてるとかって話だったけど、まだ戻ってきてないのかね。TBS、中井の会食にアナラ参加。日産株急騰、テスラ支援仰ぐ、報道。とてつもない雪、スキー場営業休止。雪多すぎてもダメっていうこと？居眠り寒波3連休。あ、そうか。連休なのか。3連休なのか。世の中は。何の日？見えない。安全運営困難。営業休止。ね。そんな中、新潟に行って、佐渡島に行こうとしてた私は間違ってた。はい。で、朝日7年ぶり、ビール新ブランド。ビールなんてこんな寒い時に出るもんなんだね。ビールの旬は冬なんすかね。エンタメ、トロサ、久保田、オンライン、賭博。神社、破壊するゲームなの？フランスゲーム。なんだ。読めない。神社の内部破壊する映像が物議。実在の神社側叱るべき多様。そういうことか。ゲームの中だったってことか、一応な。あとは、スポーツわかんないもんな。国内。マイナ救急全国規模で実施。どういうこと？マイナ保険証を活用して。わかんない。そうだ、今、病院って保険証でいけないの？あれ、保険証は、あるよな。有効期限までは使える、あれないの？私今保険証持ってないのかな？わかんないな。ね。いけないのかな？病院。あれか、自由診療ってことになるのかな？日本戸籍の戸籍欄台湾か、喜び。どういうこと？日本戸籍の台湾記載可能。現地の歓迎ぶり、中国は批判。どういうこと？ 5 月から日本の戸籍に地域名の表記、台湾で表記が可能。日本の戸籍では60年前に従い戸籍を中国と表す。
は。なんかもう、わかんね。わかんね。カイザーさん、両方出せと言われます。戸籍両方出せ。何の話だったっけ。えーっ戻れない。戻れない。あれか、マイナか。マイナと保険証を両方出せと言われるのか。だからマイナはもう返却したから持ってないからね。で、保険証ならあるけど、保険証とマイナね、そういうことなんだね。なんか病院行けないのかなって思った。だから自分で自力で直すしか、もうね、ないんだと思ったな。うーん自力じゃなくてもあれか。だから自由診療か。自由診療にすれば、別に病院は行けるよっていうことかな。と、日本で一番多いフルネームは、名字は田中だよ。ということ。誰かに話したくなる豆知識。日本で一番多いフルネームは何だろう。名字は田中。田中なんでしょうが一番日本で多いフルネームは、田中実さん。そうなの。全国の田中実さん、おめでとうございます。実さんなんて名前、あんまり今まで一人ぐらいかな。高校の時に働いてたバイト先の人に、実さんっていう人に、みんなに実さんって呼ばれてたけど、まあ別に田中ではなかった気がするしな。なんかそんくらいだけどな、実さんなんて名前そんなにいるもんなのかね。日本で一番多い氏名は、全国最多は佐藤さん、次いで鈴木さん。そういえばなんだっけ、佐藤さん、鈴木くんとかっていうお菓子あった気がするよね。なんか名前のお菓子あった気がするよね。それで、佐藤と鈴木が多いのかっていうふうに認識したんだけど、あれ、でもどんなお菓子だったっけっていうのは思い出せないな。検索してみればいいのか。佐藤くんだっけ。お菓子って出てきた。佐藤くん、鈴木くん、両方ともくんだったか。男の子だったか。佐藤くん、鈴木くん、そう、スナック菓子だった気はすると思って。山本さん、田中くんっていうのもあったのか。ね、小林ギリギリ入らないみたいなね。そんな感じだったよな。昭和のお菓子。これを見ればいいのかな。これ覚えてます？昔販売してたお菓子。佐藤くんと鈴木くん。食べたことあるのかな？佐藤くんはチーズ味なんだ。じゃあ私は食べてないだろうな。鈴木くん食べたことあるのかな？塩味だもんな。写真あるのがすごい。ピックアップと同じ。ね、ピックアップっていうのを食べたことないな。チーズ味なのか。これも2017年に中止。ね、いつの間にかなくなってるもんね、お菓子ってね。8分の5チップとかあったよね。8分の5チップって、ないよね。あんのか
佐藤くん、鈴木くんがあったのを知ってますか？なんでそんな名前になったんだろうね。やっぱり、たくさんの人に知られたいから、たくさんいる名前をつけようっていうことになったんかね。いつまで、なんかどうしてとかっていうのはないのか。そんなありましたねっていう話でございました。というわけで、本日も竹縄ではございますが、殉職している。お開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかったでございますね。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。